中学の公民の資料集に元彦が登場するということになりました。アホと賢の両面リーチをちゃんと丁寧にやるたもっちゃんを褒めといてくれへんけ。元彦が積み上げてきた高校生の援助策全部中学の教科書でひっくり返す。財政運営については歳入歳出、そして記載の運用を含めてですね、適宜適切にさせていただいております。適宜適切に運営しててなんで記載許可団体になるの？よーしパパ、兵庫県を都道府県で初の早期健全化団体にしちゃうぞ。アホって怖いでしょ？これ見たらね、福岡の議長よりも元彦の方が問題なんわかるでしょ？五の全きみの国賊ですよ。この2冊が8月の10日、あと10日すると本屋に並びますから、元彦が全国デビューするということになったという話でございます。三宮の純駆堂ですけども、昨日現在ですね。昨日現在で、こんなんなってますからね。これ、レジ前の棚です。三宮の純駆堂の。で、その隣にこれが並ぶわけです。県政史上初です。はい。能力未達の人間が犯罪行為を起こしながら行政職に居座っているというのは、明治開闢以来ですね。で、奥山さんの本がそう、18,000部売れてるんでしょ？で、限界地方政治も1万部いってるんですよ。で、今日の日経新聞ですが、3月に、限界地方政治。これで営業の数字なので正確なことを言うと営業機密の漏洩なので数字は言えませんけども、昨日これを送ってきてくれた箱の中に家電社の編集からの手紙が入ってまして、兵庫県内の川西の紀ノ国屋、センター街の純駆堂、で、駅前の方の純駆堂、姫路の純駆堂、住吉の純駆堂、芦屋の純駆堂、えらい数の注文入ってますね。明石の純駆堂、須磨のパティオに入ってる菊屋書店、それぞれ何冊注文したか、これはちょっと営業機密なんで数字は言えないですけども、賢の本気。いや、そうなんですよね。この原稿にも書いたんですけど、エロい文章で書いたんです。ここに自分でも書いたんですが、目下の兵庫県出版ブームの特徴は、お堅い出版社から次々と出版されている点にあるだろう。何せ岩波書店であり、千曲書房であり、家電社だ。一般的な書籍だけでなく、学術書や博士論文の書籍なども手掛けるような出版社から、兵庫県本は次々と出版されている。お堅い出版社がタイトルに兵庫の文字が入った書籍を次々と出版し、そしてどれも売れ行き好調だという。もはや一種の機関だ。一地方の話題に限定された書籍が落葉の鹿をたらしむるほどお堅い出版社から出版され続けている。本来であればありうべからず事態ではないか。不走者を入れなかった俺のこの配慮というか、生きとる。後で俺高谷さんに謝っとくわ。絶対もう、ソラさんさ、なんで書かなかったのって絶対言われると思うから、ごめん言うとくわ。なんで岩波と千曲と家電車が並んでて、不走者がそこに並んでないのつって。ごめんって言いながら、わかるやんって言うときです。わかるやんということで、元ヤンが、ここに並ぶということでありますな。この光景に、あと10日もすれば、これが追加される、こうか。これが追加されるということです。ここに、これが追加されるわけですよ。だからもう本人目立つの好きやが喜ぶでしょうよ。私の顔写真が書店に並ばさせていただきました。鈴仙さんが言うてはりましたが、もう一つ、全国デビューを飾っておられまして、中学の公民の資料集に元彦が登場するということになりました。公益通報と知る権利という。解雇や降格などの不利益な取り扱いをすることは、明確に禁止されている。公益通報者の保護は国民の知る権利を保障することにつながる重要な社会的責務であるが、
2024年の兵庫県庁内部告発文書問題が示すように、公益通報についての社会的な認知には課題があるということで書かれてしまってるんですね。斉藤元彦兵庫県知事のパワハラ疑惑などを告発した文書を作成送付した県職員に対する懲戒処分などについて、公益通報者保護法に違反するとの報告書を県に提出した。しかし、斉藤知事は処分撤回を拒否している。これ高校の教科書ちゃうからね。中学の教科書やからね。多分元彦アホやから教科書に載させていただきましたって言うと思うよ。もう教科書にパブリックエネミーって書かれてるわけですよ。現役の知事が。高校の教科書ちゃうからね、これ。中学の教科書やからね。これなんやったらこれ、資料集ですから、偏差値の高い中学限定になると思いますけれども、私立の中学限定になると思いますけど、そやから、兵庫で言ったら灘六甲あのあたりの中学生はこれを読むわけです。アホな中学は知らんよ。偏差値40とか50とかの50以下のアホな中学は知らんけど、少なくとも資料集使って公民の時間するっていうのは偏差値60以上の中学生でしょうから、だから六甲とか紅葉とか灘とかの子らはこれを読むということです。もう鈴仙さんのスクープですけど、おもろいっすよね。ほんで読むの賢なんですよ。資料集ね。自分の子供の時に思い出したいと思うけど、資料集ちゃんと読んでくるやつって賢なんですよ。で、賢いから学校の勉強なんか時間かけんでもできて、成績取って、賢いから資料集ぐらい一回読んで頭に入って、残りの時間何するから調べるんですよ。ほんで本屋行くんですよ、賢いから。ほんでどうなるかやったらこれに出会うわけですよ。もう賢いの LFT を全部ここでいや、そういうことやん。賢い子ってのは学校の勉強でアップやのし、学校の勉強みたいな延長の向いてても40分で終わるところ、残りの3時間を何してるか言ったら、本屋行くか映画見に行くねんから、賢いは。昔から街の賢い子のやることは変わってへんですよ。いや、ほんでよ、これはもうちょっともうほんまもういやらしい話やけどさ。ごめん、俺もその賢向けのトラップだけを置いてるだけではなくてね、喪服デモもやり、人殺しとも叫び、で、この棚も作りということをしとうわけですよ。アホと賢の両面リーチをちゃんと丁寧にやるたもっちゃんを褒めといてくれへんけ。いや、ほんまにだいぶ頑張ってるで、俺。これが、高市さんの言う働いてですよ。働いてです。いや、もう痛快それ、鈴仙さんの俺、鈴仙さんの動画本編を見てない、ツイッターで流れてきて、鈴仙さんがそう言うてはったっていうのを見て、おーと思ったんやけど、真っ先に思ったの、そうやねんって、そら、アホの学校でも資料集交わす機会でも、アホやから授業進まへんやんか。で、授業進んでちゃんと定期テストの中に資料集読んどかへんかったら解かれへん問題出すっていうような先生もいたからへんやん。アホの学校には。でも賢いの学校にはそういう先生がおんの分かってるし、生徒賢やから、ねえ、普通の子3時間かかるとこ40分で勉強終わって外遊びに行くわけですから。と思って、俺が高校の時どうやったかな、中学の時どうやったかなと本屋行くわけですよ。本屋か映画館かコンサート行くわけ、ライブかどっかに行くわけですよ。ほんだらこれがあるわけでしたろ、本屋行ったら。もうたまらんよね、もうなんかもう、ある種の搾取よね。どないすんねん。そんな根性のある先生がいたるかどうかわからへんけども、広域通報者保護法は国民の私利権利に関わる重大な制度であるが、これを踏みにじった行政職者がいる固有名詞を述べよとかいうテストだったら斉藤元彦ってみんな書くねん。投票用紙に書く前に。ほんなら15歳なわけですよ。あと3年経ったら投票権くんねん。元彦が積み上げてきた高校生の援助策全部中学の教科書でひっくり返す。教科書で文字列読んだ子が来年から高校生になって、これは知事が作ったクーラーですとか、ロッカーですとか言ってて、へーってなもんですよ。で、ちょっとかわいそうな元彦の息子、中学生なんですよね。そればっかりちょっとかわいそうやけどな。浜学園通っとった子な。
ティリリリリリリティリリリリ。さあ見てください見てください。近代の神秘医学の謎、親の因果が子に巡り、なんで生まれたタコ人間ですね。もうさ、もうどこの学校行ってるか知らんけども、元彦の子供のこと考えたら給食にカニ出てくるなってそればっかり祈ってるもん。俺も最近俺同級生だ絶対やるもん。もし給食にカニ出てきたらいただけるんですかってもう絶対やるもん。俺もやるやろ。やるよね。俺やったらやる。絶対そのクラスでいただけるんですが流行語になるはず。ほんで絶対斎藤お前缶コーヒー持てやって言って缶コーヒー持たせるもん絶対。いやだから言うてんねや。それはやったらええか悪いかってやったらあかんことやねんから。そんなもんそやからそやけど子供なんか止められへんで。そんな言うたかって絶対カニ出てきたら賢い子やって絶対言うもん。いただけるんですかって隣で聞こえるように。これいただけるんですかって。で賢い奴らだけで4人ぐらいでダーッと笑うてると思うとかわいそうですよ。そや早やめたらええねんで。ただそれだけのことですよ。そんなもんお前あれで単そのやめたいだけのことですよ。それいやかわいそうやかわいそうやかわいそうや言うけどそれ親のせいちゃうからね。やめてだけの話やねんから。やめて終わる話やねんから。ほんで東京引っ越して高田馬場の津江場の卓球場の受付してたらええねん。そうほんで受付やってて、ほんで来る人にお写真でも撮りますか、フリーの知事ですけどって言うといたらええねん。現にねなんやかんやってそんなこと言うたらかわいそうやって、子供関係ない言うかもわからんけどね。まあかもてられるかい。そんなもんもうかもてられるかい。どうなってんねんなこれ。えらいことやでこれ。読売新聞の最終面です。今日のコボちゃんちゃうでこれ。横浜市長パワハラ重大って、これ第三者委員会からの指摘を受けてんねん。で反省する尊厳傷つけたやつ、これから風通しのいい職場を作っていく言うて責任取らへん言うて。いや言うてるやん。さやから社会の底抜ける言うて。これ模倣犯やん。模倣犯でんですよ。元彦を支持してるやつは売国奴なんですよ。日本を弱体化させてるのは元彦を支持してる連中です。だからこの全く意味でのパブリックエネミーなんですよ。言うてるやん。絶対こんなもん社会の底抜ける言うて。社会の底抜けてしもてんねんって。どねすんのこれ。いや能力の低い愛好しか行かれへんかったクソ田舎者がね、我がの自己愛のために知事の職にしがみついてて、ほんで自民党も含めて県議会がみんな芋引いてるみたいな情けないことが兵庫で続いてたら、こうやって日本中が崩れていくの。あんたらは中国共産党の工作員よりも日本をダメにしてんの。中国共産党の工作員がほんまに日本におるかどうか知らんけど、国家の敵です。そんなもん竹島に上陸する中国の活動家よりも尖閣諸島、竹島は韓国や。韓国の軍隊よりも尖閣諸島に来る中国の海上保安庁の船よりも国家にとっての危機は斎藤元彦とその支持者ですよ。めっちゃ明確にテロ行為してるやんけお前ら。どうすんのこれ。それから言うてるやん。おかしなこと言うてね、変なこと言うてね、騙して選挙に通ってくるやつはぎょうさんおったと。そのアホ専門の詐欺師みたいになってね、知的薄弱者を念頭に演説をして、その知的薄弱者を喜ばしてて投票してもうて議員になるやつってぎょうさんおったよ。立花隆、黒川敦彦、神谷宗平、山本太郎、青山茂春、杉田水脈とうとうとね、知的薄弱者相手にわー喋ってわーなって投票してもらってって、こいつらでも全員議員なんですよ。議員止まりなの。河合祐介もね、これからひろゆきと泉房穂がやろうとしてることもそうでしょうよ。ヘズマリュウがやろうとしてることもそうでしょうよ。その迷惑系かどうたらこうたらでは関係なく、知的薄弱な人を狙ってね、ピンポイントで詐欺行為を働いて投票してもうて議員になる。こいつはみんな議員なんですよ。知的薄弱者向けの専門の詐欺師みたいなことやってる連中ってのは今まで全部議員止まりやったんやけど、元彦は初めて行政の長になったわけ。で、しかもね、町長とかね、市長とちゃうのよ。550万人の人口の命を預かる兵庫県の県の知事なの。都道府県の知事。この間全国の知事会、斎藤元彦が遅刻してきたね。全国の知事会でね、
でそれどういうことか言うたらね、これね、もう残酷な話なんですけど、隣の鳥取の知事さん賢いやん。同じ総務省出身やけど、人間としての器が斎藤元彦と違いすぎるやんか。平井知事ね。平井知事の全国知事会の挨拶聞いた？ホスト県としての。あの時にね、平井さんこうおっしゃったんです。一言一句正しいかどうかわからないけど、フローだけ追っかけるとね、昨日、天皇皇后両陛下がご静養のために那須の御用邸に行かれました。で、その時のコメントを拝見しますと、大自然に触れるということは、とても大事なことだとおっしゃっていました。どうぞ知事の皆さんも、鳥取には大自然だけはあります。たくさんあります。で、鳥取のこの大自然に触れていただきたいと。で、最後のオチがね、那須の御用邸ではなくて、砂の御用邸ではありますが、どうぞゆっくりおくつろぎください。うまいでしょ？うまいんですよ。でね、なんで俺これを引っ張ったかって、ここで天皇皇后両陛下がね、那須の御用邸っていう話をなんで平井さんが入れたかってことですよ。平井さんの念頭には、それが褒められたことじゃないかもわからんけど、知事職というのは昔、勅命で選任されてた職業だという意識があるんです。すなわち、知事の上は天皇陛下なんです。知事の上は天皇陛下で自分たちは昔の医界で言うと、もう暗い人心を極めた頃にいるという認識があるから、天皇皇后両陛下の那須の御用邸の行下校について言及してるわけですよ。すなわち、臣下として上を見れば天皇陛下しかいないから、臣下として天皇陛下のご動静ということは、拝察しているもんでしょうという前提があるから、あそこで那須の御用邸の話を入れてるわけですよ。で、その天皇陛下の直臣であると。直参旗本、天皇陛下の直参旗本であるということがね、47都道府県の知事というのは、なんせ兵庫県の歴史見てもわかるでしょ。初代の知事誰やったんや。伊藤博文ですせ。で、天皇陛下の直参にやですよ。天皇陛下の直参やという意識があるから、平井さんはああいう挨拶をしたんです。で、周り兄弟やないかって話をしてるんですよ。なんでそこでヤクザの話になんねんよな。周り兄弟やと。杯は天皇陛下からもうてんねやろと。だ兄弟の杯はやってへんけども、杯がね、親と子の杯を天皇陛下と交わしてんねんと、俺らは。ということは、これはみんな周り兄弟やということですよ。周り兄弟にふさわしいかどうかですよ。いや、もうほんまにね、偉いことですよ。もう底抜けでもうてるんです。俺、福岡の件であんまり大きな声でも、福岡の件でなんか知らんけど、政治家は言うて YouTube で騒ぐのは、あれかもわからない。行政の長や言うねん、知事は。お前らスキャンダルやったら全部一緒や思てるやろ？福岡議長や言うたかって議会の話です。そんなもん毎朝起きたらわかめ酒飲んでましたとかね。そんなん、どんだけエグいことを議長がやっとったとしても、あれ議会の話なん、所詮。さっきから言うてるやん。知事は天皇陛下の直参やねんって。なんぼ議長やって偉そうがったよって天皇陛下に会われへんねんから、あいつら。何も考えてんの？そら、福岡の議長のやっとうことはエグいよ。あいつおもろいな、せやけどな。いじりたなるのはわかるよ。毎日毎朝、1時間散歩すんのが日課や言うとやろ？言うとったんよ。なんかツイッターとか YouTube で生きっとんで。僕はもう何十年と毎日起きたらすぐ1時間散歩します。でもこの何十年の間で歩いた距離を合計してみると、地球1周半に行きますみたいなこと言うとんだよ。そやけどあれ報道されてからテレビの前で言うときに杖ついて足引きずって歩いと。いや、そんなんとかも含めて、もうそれいじりたいよ。それいじりたいけど、もっぺん言うわ。行政の長なの。天皇陛下の直参なの。どっかの組内の若い衆頭でしかないの。議長って。どんなに偉くても。でも元彦直参やね。どっち問題やね。
でもどう考えても同じ問題ちゃうわ。比較にならないぐらい元彦の方が問題です。この間の記者会見、昨日僕しんどかったんで、しんどいっていうか、原稿を抱えてたんでできませんでしたが、おとついの記者会見に関しては、これが一番でしょうから、これをまずご覧いただきましょうか。アークタイムズの尾形です。今の予算の話をちょっとだけ継ぎますが、知事の対応として、その菅野さんに対する対応と、横田さんの発言に対する対応で、知事は一方は刑事告発しています、これが対応が違うのはなぜでしょうか。個人的な件に関することなので、これまで申し上げている通り、コメントは差し控えたいというふうに思います。重大なことで、そういう答えだろうと思いましたけれども、非常に残念に思います。で、ここから財政の話を聞きますが、知事は、財政、実質公債費比率をですね、下げる、つまり実質公債比率が3年でですね 18% を超えると、今回、兵庫はいいですか、知事、記載許可団体に転落するわけです、8月に。そして、25% を3年期で超えると、これは早期健全化団体に陥る、これは今後ですね、2030年度というふうに言われています。これは陥らない方がいいというふうには知事は思っていらっしゃいますか、その確認です。そうですね、そのために今回、計画作りをさせていただいて、総務省の方に提出するという形になります。はい、では、陥らない方がいいという確認をしたところで、知事は先ほど神戸新聞の質問に対して、財政改革を進めてきたとおっしゃいました。2021年8月に就任以来、実質公債化比率を下げる、現在の実質公債化比率を下げる、または将来の実質公債比率を下げる、何か取り組みをしてきたでしょうか、具体的にお答えください。実質公債比率については、毎年度の予算決算の結果として出てくるというものになります。私自身はまずは財政の、これまでの、積み残された課題の処理などをですね、させていただくということをさせていただいたり、基金における、不透明な、集約というものを解消させていただいたりとか、そういった財政の、見える化、透明化をさせていただいたという形になっていますね。ちょっと具体的によく分かりませんが、結果としてというところはちょっと非常に疑問を思いますけれども、どういうふうに下げるかは戦略的に行うものだと思うんですが、では知事は、先ほども財政基金、財政調整基金について、令和3年度は32億、令和4年度66、5年127、6年度145と上げてきました。これは、この時一方で検済管理基金は大きく下がっていってます。これは財政基金をいくら積みましても、巨大な検済管理基金を持っている兵庫にとってですね、これは実質公債化比率を下げることになったんでしょうか。財政基金を積みましたことで、実質公債比率は下がりましたか。実質公債比率というものは、基金の積み立てやですね、さまざまな要因によって推移がするというもので、これについては、先ほど申し上げたとおり、もちろん低下に向けたさまざまな取り組みをしつつですね、一方で、負の、遺産ですね、そういったものを処理する過程で、実質公債比率が悪化するということもありました。一方で、財政調整基金については、やはりコロナのような対応をすべきとき、そして災害時、さらには財政運営が急激に悪化するような経済情勢の変化などに備えて、しっかり私としては財政調整基金、これは県が比較的自由度を持って使える貯金ですから、これを積み立てておくべきということは、それはそれでしっかりやっておくべきこととして対応をさせていただいております。知事、今ちょっとごまかして答えたと思いますけれども、確かに実質公債比率は基金などの影響を受けますが、これは積み立て不足のところで影響を受けるわけです。積み立て不足に効いてくるのは検済管理基金の方です。ですから兵庫県はずっと検済管理基金の積み立て不足が大きいから、それをなんとか積み増そうと井戸県政時代してきたわけです。斉藤知事になって、その検済管理基金の積み立てが大きく減り、そして県の債務残高もどんどん増えていってます。令和3年度から令和6年度にかけては県税等の収入が大きく増える、非常に財政として豊かな時代でした。にもかかわらず、斉藤知事は
なぜこの減債残高、実質的な減債残高は、これ、県が発表しているものですけれども、令和3年度3兆967、令和4年度に一旦3兆696億にちょっと減りましたけれども、令和5年度に3兆762、令和6年度3兆946、つまり知事は、本来やらなければいけなかった減債残高を税収が上がっているときに減らさないで、むしろ増やして、そして見かけの財政基金を増やしただけだと思いますけれども、そして見かけの財政基金を増やしても、一方で減債管理基金という実質公債比率に効いてくるところを大きく減らしてしまって、実質公債比率としてはどんどん悪くなる。つまり知事はこの5年間、実質公債比率を上げるような対策しかしてこなくて、見かけの財政基金を上げるということにばかりこだわって、債務残高も増やしてきてるじゃないですか。これは兵庫の財政を壊したんじゃないですか。そして実質公債比率、さっき知事は最初に私が聞いたときに、下げた方がいいと言いましたよね。記載許可団体にならない方がいい、早期健全化団体にならない方がいいと言いましたよね。なのになぜそれを増やしてきたんですか。なぜ減債残高を減らさなかったんですか。だから今回、金利が上がったときにこういう状態になったと思いますけれども、これに対して明確に、なぜ税収が増えているときに、一番問題だった減債残高、3兆円を超える実質減債残高を減らすどころか、なぜ増やしたのかお答えください。これは将来の公債費負担比率を大きく上げるものです。まず前知事時代のご指摘をいただきましたが、当時の対応としては、他に使途が決まっている基金を集約化したというやり方でしたので、それはやはり適切ではないということで、私の方で改善をさせていただいております。それから実質公債比率の悪化については、先ほど少し触れましたけれども、文書導入事業とか地域整備事業とか、過去の負の遺産の処理をですね、やはりそのままにはしておけない、なので検討会を作って議会とも相談しながら処理をさせていただいたと、その過程で減債管理基金を、一時的になりますけれども、活用するということ、これをオープンにさせていただいてますので、その結果として指標が悪化したということになりますので、負の遺産の処理、それから不適切な基金の集約をですね、解消させていただく過程で、実質公債比率が結果として悪化したということはありますけれども、やはり中長期的には私就任直後、公共事業のやはり適正化に向けては枠をですね、一定縮減させていただくなど、やるべきことはしっかりやらせていただいております。私の質問に全く答えてないんですけれども、じゃあもう一回シンプルにお聞きします。知事は実質的な県の債務残高をこの5年間増やしてきました、数勢として。その時県の県税収入は大きく伸びていました。これインフレなどのためです。なのになぜ県の債務残高を減らさなかったんでしょうか。今これから早期健全化団体に陥る主因は県の債務残高が非常に大きいためです。それをなぜ税収が増えているときに減らさなかったんでしょうか。むしろなぜ増やしたんでしょうか。これが斉藤知事の財政の最大の失敗だと思いますけれども、そして見かけだけの県の財政基金を増やすということをやった。実質公債比率に効かない。なぜこういうことをしたんでしょうか。まずなぜ税収が増えているときに、税収が増えているときに県の実質的な債務残高を減らさなかったんでしょうか。まずそれをお答えください。財政運営については、歳入歳出、そして記載の運用を含めてですね、適宜適切にさせていただいております。それ全く答えられてませんよ。知事が言ってるのはフローを言ってるだけですよ。私はストックの話をしています。もうね、ここでええと思うんですよ。今言うたよね。財政運営に関しては適宜適切にさせていただいてますって言うたよね。適宜適切に運営しててなんで記載許可団体になるの。財政運営適宜適切にやってて記載許可団体になったり早期健全化団体になるの。適切じゃないからなってんちゃうの。ってことは彼がこれまで適宜適切と言ったことは結果として適宜適切でなかったケースがあるってことですよね。
そうか、あるいは解釈すると、適宜適切にやってきたということは、最終目標が記載許可団体になったり、早期健全化団体になることが、知事の戦略的な目標であったというんであれば、適宜適切だと思うんですよ。よしパパ兵庫県の財政破綻させちゃうぞって言ってやってきた、やったら、適宜適切ですよ。よーしパパ兵庫県を都道府県で初の早期健全化団体にしちゃうぞそう、吉野家コピーで言うと、もうね、アホかと。記載許可団体って言いたいだけちゃうんかと。アホって怖いでしょ？これ見たらね、福岡の議長よりも元彦の方が問題なのわかるでしょ？これどうなるか言うたら、福岡の議長が、なんかわからんけど、中洲のクラブの着物着たホステスさんと一緒に写真撮ってんってエグいなとか言うてるかもわからんけども、元彦このまま行ったら、試験民税上がんねんで。福岡の議長やっとうことエグいですよ。何してんのか知らんけど。朝わかめ酒で昼間がのタイ盛りなんか知らんけど。それはそう個人の腐敗ですよ。元彦がやってるのは制度の腐敗なんです。で、しかも、議長は議会で、元彦は行政なんです。どうでもええのよ、ぶっちゃけ。そいつがおかしいやつってだけの話やから。あいつがどんだけおかしいことしとってもな、公民の教科書に載らないんですよ。なぜかというと、斎藤元彦の方が中国共産党の工作員よりも日本の社会を壊してるからですよ。元彦は尖閣諸島を狙う中国の海上警備艇よりも我が国にとっての朝敵であり、我が国にとっての逆賊の真であり、我が国にとっての安全保障上のリスクなんです。それは我が国の崩壊を求めてる中核派とか角丸派の人たちがね、元彦を応援してるんやったらええと思うよ。見ててみ、元彦の周りにおんの。それを愛国や思てんねん。五の松君の朝敵を。五の松君の国賊ですよ。ということで、もう財政破綻のことを適宜適切っていうようなやつ、いてもらう必要ないでしょ。さあ、極左の連中が元彦のこと好きなの分かる。実際ね、極左の連中元彦好きなんですよ。これ、それまた今度話しますけど。それはそうやと思うよ。だって法秩序がなくなるんやもん。で、相場決まってるんですよ。レイシストと極左と田舎の敗残者。いや、ほんまにね、ゴノマッタッキミのボナパルトなんです。あらゆる階層のチリアクタゴミクズ。それの代表さ、それが剥き出しのボナパルト、かけねなしのボナパルトであるってやつですよ。いや、だからこうなるわけ。これ、ようできてるでしょ。で、こうなるの。で、これ難しいんやん、全部本。俺の本にしても全部難しいんやん。で、田舎の、能力低いから神崎川渡って大阪門出ていくっていうことはできひんような、加古川とかで人生くすぶってるような負け組の人たちとか、こういう広告を見たら左翼って言うんですよ。難しいこと書いてあるから。そうです。難しいこと書いてあります。でも難しいイコール左翼ではないです。あなた方が人生の負け組なだけです。漢字書いてあったら共産党やからな。田舎の人からすると。漢字3つ以上使ってたら左翼やからね。もう担々麺なんかもう全然ド左翼ですよ。ビャンビャン麺なんてもう極左です。バラなんてもう、あれですよ。バラは2文字やけどもう難しいから。チンジャオロースなんか中国共産党の犬ですね。チンジャオロースなんて。で、愛国者はシェフの気まぐれサラダだけですね。シェフの気まぐれサラダには字いっぱいあるけど漢字キーだけやから。普通におるからね、田舎行ったら。平和とか人権とか言うてるやつは左翼って。それ漢字多いからでしょ、それ多分。平和と人権を言うてたら左翼やったら、何右翼っていうのは、戦争と差別って言うてんの。田舎ってすごいっしょ。戦争反対って言ったやつは左翼。いや、ほんまそんな言うんやから。いや、そやから、田舎で人生くすぐるぐらいのアホなんですけどね。もう、そんなもん、西中島、南方とかやったらもう、過激派の巣窟ですよ。西中島、南方やで、どんだけ漢字並ぶねん。野江内ん大も。ひばりが丘花屋敷なんかもう、行ったら中核派しか住んでへん。もう、ダメです。四天王寺前夕日が丘とかも、そんなもん、みんな子供の時からマルクス読んでる。ダメもん、そんな。真っ赤か、若江岩田とかもう真っ赤っかですよ。春徳道。大阪左翼の巣窟やんけ。
ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。